オーライト様から製品を提供いただき動画を作成しています。ご視聴ありがとうございます。今回はオーライトの新製品ウォーリアーナノを紹介させていただきます。ウォーリアーシリーズは名前の通りタクティカルライトという位置づけです。そのシリーズの末弟として新登場したのがこのナノになります。外観がこちらです。細かな滑り止めが切られた特徴的なデザイン。レンズの縁にはいかつい感じのベゼルが備わります。ただガチガチのタクティカルライトって感じはないです。コンセプト的には尖っていながらも柔らかさがあるというのか、先ほどのベゼルも角はしっかりと落とされてまして、日常的にも柔軟に使えます。ポッケに放り込んでおいても違和感はありません。仕上げの品質はいつものオーライトさんって感じ。オーライトさんの仕上げは綺麗です。全長は 91mm、重量は 87g、径は22から 23mm ほど。私にとっては手のひらの横幅にぴったりなサイズです。似たコンセプトのライトと比較するとこんなサイズ感となってます。ミドルサイズの中でも特に真ん中。対して太さと塊感はあるっすね。ずっしりとは違うんすけど、なんというかどっしりとした握り心地。こういうのを重厚感と表せばよいのでしょうか。ただそれがネガになってしまうようなサイズ感、重たさではありません。扱いやすい範囲内での適度な重さ、存在をアピールしてきます。側面にはクリップ付き、折り返してありますのでどちら側からも留めることが可能です。私の持っているライトと比べると随分とごついクリップとなってます。しかしクリップが硬すぎてやりにくいということはなく、良い具合っすね。ここ使っていくうちにグラグラになってしまうものもありますが、これだけ頑丈ならばへたれることはないでしょう。操作のインターフェースは2箇所、テールボタンとサイドのボタン。どちらがメインとも表しにくく、どちらでもライトのオンオフができる仕様となっています。テールのボタンがこちらです。押し方と押し込む量によって4パターンの使い方ができます。まずは押し方。単押ししますとライトのオンオフ。長押ししますと押している間だけライトがオンする制御となります。次にストロークについて。軽く押し込むとミドルモードで点灯し、最後まで押し込むと特殊なモード、工場出荷状態ではハーフターボモードで起動します。押し込み時の動作はストロボやターボへカスタマイズも可能です。テールボタンはマグネット機能付き。磁力は十分に強く、ある程度の曲面や凹凸がある面でもライト本体の重量を支えることが可能です。また、従来のオーライト製品と同じくテール部分からの充電を行います。マグネットで充電ベースへワンタッチ。専用のケーブルが必要とはなりますが、気軽に充電することが可能です。サイドボタンがこちら。テールボタンとはだいぶ操作感は異なり、ストロークの短いスイッチになっています。こちらは押し方によって様々操作を行います。単押しでライトのオンオフするのはテールスイッチと同様ですが、ライトのオン時に長押しすることで光量を調整します。消灯時に長押しすると動作はまた変わりまして、最初はムーンモード、さらに押し続けるとロックモードとなります。ダブルクリックでターボモードへ、トリプルクリックでストロボモードへ移行します。この辺は従来のオーライトさんのルールにのっとってますね。真ん中にはバッテリーインジケーターの LED ライト付き。もうこの機能ないと不満を感じてしまうほどこれ、便利な機能だと思っています。さて、光らせたところを見てみます。1メートル先の壁を照らすとこんな感じです。比較に使っているのはフェニックスのタクティカル寄りなライト PD25R。ちなみにどちらもレベルはミドルで使っています。ウォーリアーナノはタクティカルライトからイメージするよりもスポットが強くないっすね。それからめっちゃ明るいって感じではないです。特にカメラの映像で比較してしまうとその違いは大きく映ります。各モードでの明るさがこちらです。ミドルが少し物足りなくは映ります。バリッとした明るさは感じません。ハイモード以上はしっかりと明るいです。400、600、1200ルーメンと高出力側は充実しています。
作業灯として使ってみて、扱いやすいライトだと感じています。尖った部分が少ない優等生的なライト。テールでもサイドでもどちらでもオンにできますから、無理な体勢、手探りでライトを手にした場合も順手逆手関係なく握り直すことなくパッとオンにできるというところはストレスなく使えてるっすね。1メートルぐらいまでの近場、車両を覗き込んだりして使ったり、夜道を散歩していてなんとなく明かりが欲しい時など基本ミドルモードで使っています。対して少し遠くを見たい時、壁際に置いた部品をはっきり見ながら探すとか、散歩中に何か見つけてしっかり確認したいって時など、3、4メートル以上の距離を見る場合は、ハーフターボモードで使っていることが多いです。同社のバトン3と使い比べてみて、個人的には今作のウォーリアーナノを選んでいます。手に持って使うには小さすぎない大きさが扱いやすいこと、光の色味がより白いので好みなこと、それからテールスイッチの利便性がウォーリアーナノを好んで使っている理由です。特に白い光が気に入ってます。物見た時の色の具合が雑味が入らないのでいいんすよね。オーライト様のライトは黄色みが入るもの多い印象がありましたが、これは透き通るような白。対象の色をつかみやすいと感じています。さて、気に入っているとはお伝えしましたが、ここからはいくつか改善を期待する部分についてお話をさせていただきます。タクティカルライトのイメージを持って使い始めたのですが、ちょっとこれキャラクターが違うぞと感じています。まず、ミドルモードの光量が頼りないです。光量は60ルーメンと比較対象としたバトン3と同じです。そのいかつめな印象からウォーリアーなどの方が明るいだろうと思ってたんすけど、スペックは同じ。しかも実物で比べてみると若干ですが、ウォーリアーなどの方が暗く感じます。さらにコンペとしたフェニックスの PD25R と比較をしますと、これだけはっきりと違ってきます。実際スペック的にも倍以上違いますから、まあ当然っちゃ当然なんですけど、タクティカルライトってやっぱりこうだよなと PD25R を使うと感じるっすね。整備作業に使うにはウォーリアーなどのミドルモードも悪くないというか、むしろちょうどいい明るさだとは思いますし、単純にもっと明るいモードに変えれば良いだけなんですけど、このミドルモードが他と比べて明らかに暗いというのはテンションが下がる部分、損しちゃっている部分だと感じています。で、先ほどお伝えしたように明るさ足りないからハイモードにしてみると突然の400ルーメン、急にパキッと明るくなります。これでは近場で使うと明るすぎると感じることも。60から400ルーメンの間が使いたいのにそこの設定はありません。ミドルモードって一番よく使うレベルかと思います。ここが物足りないというのはよく思わない方多いんじゃないかなと考えてしまいました。作業灯としては困らない。オーライトさんの小型ライトのミドルモードって感じの明るさではあるのですが、ウォーリアーの名前を冠するのでしたら強い光であってほしかったっすね。他社からの乗り換えではここは物足りなさを感じるかもしれません。またこのミドルモードの物足りなさに付随した問題となりますが、テールを浅く押し込んだ場合の動作がミドルモード固定というのも少し残念なポイント。このライトはテールスイッチでオンすることが多いライトだと感じていまして、ここはモードの変更ができてそれが記憶できるようにするとか、アップデートが何かしら欲しいですね。テールスイッチの操作性については私は気に入って使っていますが、場面によっては使いにくさもあるのではと感じています。困るって内容ではないですが、先ほど話したようにミドルモードで使っていてちょっと暗い、はっきり見たいってなるシチュエーションがそこそこありまして、でそういう時はテールボタンを押し込んで半ターボなりの明るいモードにして使うんすけど、明るくして対象を確認してよしとではボタン離すと消灯してしまう制御なのです。必ず一度真っ暗闇になってしまいます。ですからもう一回ボタンを押してミドルモードで付け直す、この動作にちょっとストレスを感じることがありますね。ボタンを押し込みやめたらミドルに戻ってほしいと思ってしまいます。まあサイドボタン使えば消灯せずに光量の調整は可能ですが、こちらはライトを持ち帰る、握り直す必要がありますし、操作性も長押しと手軽さはなく、このテールボタン押し込みで光量がアップするというのはとても使い勝手よく気に入っておりますので、アップデートされることをぜひ期待したいですね。それからボタン周りの形状や機能について。
押し込みたいのに持ち方によっては握り直さないと押し切れないとか、ボタンの端っこを押しちゃってなんかつかないとか、逆にパッと手にした時になんでか勝手にオンしたりという、あれと感じてしまう動作を何度か経験をしています。ホームポジションっていうんですかね。正しい位置で握っているととても使いやすいスイッチ類なのですが、それを外してしまうと扱いやすさはぼやけてしまいまして、比較に使った他社品と比べて握り方、持ち方の許容幅が狭い印象を受けています。ボタン系が大きいのが何とも言えない押し込みの重さや不確実さを生む要因かとも思ってます。つかなかったり勝手についちゃったりっていうのは原因ちょっとわかんないですね。ボタンの端っこを押していたとか、意図せずサイドボタンを押してしまっていたのかもしれません。他社のタクティカル系ライトと使い比べて、テールボタンで2つの動作という部分は確かなメリットに感じていますが、そのために犠牲になったものも多分これありそう。頻繁ではないんですけど、操作性や確実性が落ちているのかもしれないという印象は持っています。本当便利なライトなんですけど、気になる部分も多くありまして、今後のアップデートをぜひ期待したいですね。オーライトさんの新型ウォーリアーナノ。タクティカルライトとしてではなく、作業灯として使っていて、とても気に入っています。タクティカルライトのイメージとはちょっと離れたライトかと思います。ですから、純粋にそっちを目的とする場合は肩透かしを食らうかもしれません。オーライトさんの似たサイズ、バトン3を気に入っている方には合っているのではないかと感じました。オーライト様では現在セールを開催中。紹介しましたウォーリアーナノは新発売記念と合わせて 25% からのお値引きがされています。またプレゼントとしてハロウィン仕様の i3EOS が無料で提供されています。用途に合いそうでしたらぜひお試しいただきたいです。ご視聴ありがとうございました。当チャンネルではこんな感じに道具の紹介をしております。お時間許しましたら他の動画も覗いていってみてください。皆様には再びお会いできますことを願っております。それでは次回まで。See ya。